Let the sun never rise and the moon never shine again. And all the stars in the sky one by one fade away. Oh, the darkest of nights could never hide all my love. 皆さんこんにちは、ルリコです。本日は BMW R18 クラシックを試乗インプレッションさせていただきます。よろしければ最後までご覧ください。今回はこの BMW の一番大きい排気量のバイク、この R18 クラシックをお借りしました。今回はこのアパレルもちょっとお借りしてますなんですけど、今ね7月の中旬で30度超えてて暑いので、途中でちょっとウェアが変わることもあるかと思います。お許しください。はい、それではこちら R18 クラシック、でかいまずその一言、もうでかさの象徴としてね、この 1800cc ってめちゃめちゃ大きく書かれてますけど、これならナンシーおじさんも聞かなくてわかるんじゃないでしょうか。こちらの R18 クラシックはですね、 BMW 初期のクルーザーモデル R5 を現代風にオマージュした車両のようです。私は初めてこの R18 を目の前に見ているんですけれども、すごいねなんだろう、造形美がとてもすごいはい、では車両を説明したいと思います。排気量が 1801cc、 エンジン形式が空輸冷2気筒4ストロークボクサーエンジンです。最高出力が4750回転で91馬力、最大トルクが3000回転で158ニュートンメーターとなっております。燃料タンクは16リッター廃屋です。金額は254万5000円からとなっております。カラーがですね5色ありまして、ブラックストームメタリック、マンハッタンメタリックマット、ギャラクシーダストメタリック、チタンシルバー2メタリック、マーズレッドメタリック、ミネラルホワイトメタリック、こちらの5色です。はい、というわけで、もうまず特徴的なのがこの水平対向のエンジンですよね。もうほんと横にズーンと出てるのがお分かりでしょうか。こういうとこにも BMW って入ってる、かっこいい。そしてなんといってもここのむき出しのドライブシャフトです。私ドライブシャフトっていうもの初めて見たかもしれない。自分が運転しているとどう動いてるのかわからないんですけど、実際に動いてる映像はこんな感じです。すごいね、なんかロマンだね。はい、そしてね、このタンクなんですけど、細長く伸びたエアドロップ型のフュエルタンクというそうです。塗装が美しいよね。そしてね、この裏長い、これはもう R18 クラシックならではのこの流線形のフォルムを作られているそうです。はい、前から見るとこんな感じです。圧がすごいな。エンジンの主張がすごいのはもちろんなんですけど、3灯のライトもね独特ですね。ライトは LED となっております。リアから見るとこんな感じです。私はこの両出しのマフラーというものがすごく好きなので、左右対称のバイクはとってもかっこいい。そしてね、シールドはかなり大きめのシールドで高速走行の時も大活躍でした。はい、そしてこちらのギアなんですけど、ギアはこのシーソーペダルとなっております。前だけでも操作はできるんですけど、慣れてしまうとこのシーソーペダルは本当に楽、そして癖になる。この左右のソフトバッグはですね、重量は 15.5 リットル入ります。ちょっと開けてみようか。結構入りますね。ただ左右だったら1週間ぐらいは全然余裕なんじゃないでしょうか。止めるのも簡単だけどおしゃれ。ハンドル周りはこんな感じです。左側に結構ボタンが多くあります。右側の方にはグリップヒーターがありますね。嬉しい。はい、そして今回鍵はねキーレスタイプになりますので、特に刺すところはなく、使うとしたらガソリンの入れる時とかですね。じゃあメーターをねつけてみましょうか。じゃあボタン押します。はい、この丸型のメーターです。速度計はアナログなんですが、ここにちょっとちっちゃくデジタルの表示があったりします。で、これがですね、モード変更が3個選べまして、ロック、ロール、レイン、この3つから選べます。ロックンロールですね。はい、でこれクルーズコントロールも使えますので、長距離にはとっても便利です。でクラッチはですね、めっちゃ軽いってわけではないんですが、普通には動かせます。
で、あとここ嬉しいのは調節ができるので、手が小さい人とかはちょっと近めにするのもいいと思います。はい、それでは足つきチェックをしたいと思います。ちょっとね、今日霧がすごくて見えづらくてすみません。私の身長は161センチです。はい、ではこちら BMW R18 クラシック、こちらのシート高は 690mm となっております。ではまた上がります。よいしょ。ほっ。はい。起こすの意外とそこまで力いらないですね。べったり。もうね、これだけ重くてもちゃんと足がついてれば安心感っていうのは強いですよね。で、ポジションがこんな感じです。クルーザータイプって、結構足をねズンと前に出すタイプ多いと思うんですけど、これはエンジンがねここにあるからっていうのもあるかもしれないんですけど、自然にまっすぐ降りるようなところにあります。で、このね足がすごくいいんですよ。このフットボードっていうんですかね、足が地面にしっかりついてるとこんなに楽なんだって思いました。で、ハンドルも遠すぎることもなく、とても自然な形で握れます。はい、そしてこちら R18 の車両重量が374キロです。これは取り回しは絶対にできない。しかも今ちょっと斜めだから坂道なんですよね。もう本当にこれは基本またがってで足がしっかりつくからこそ、またがりながらこうやって動かす分にはちょっと前には進めないんですけど全然できます。平坦なとこでもよちよち歩きながらできました。で、この R18 のいいところはですね、リバースがついてます。バックギアってやつですね。で、今バックギアに入れなくても坂だからね下がれちゃうんですけど、ちょっとだけ前に進んでやってみようかな。前に進みます。ニュートラ入れます。ここになんかあるんですよ。ここにレバーが、これをで下にすると今 R に入って、でそのままこれをエンジンのかけるところを押すと、下がる。いや、これあるだけで心の持ちようが保たれるか。結構速い結構速いこれ慣れるまでちょっとドキドキですね。はい、これはね取り回しはリバースがついてるんで広い駐車場ではね無敵ですね。ただ坂道とかの時は駐車する時いろいろ考えないと一人だと抜け出せなくなると思います。さあ、では試乗していきましょう。でかちょっとメーター周りごめんなさい。これないとね迷子になっちゃうのでエンジンかけましょうね。すごいボーンって、さすがボクサーエンジン、パンチが強いですね。さあ行きましょう。気持ちいい。いや、これだけ車両が大きいからどんだけ扱い大変なんだろうって思ってたんですけど、乗り回しちゃうと全然ね重さ感じないんですよね。排気量がすごいあるからなんかもう楽今、だいたい50キロを3速1800回転です。もう1速下げてもいいかもね。2速2200回転、なんか寛大な気持ちになった感じですね。小さいことも何も気にしない、なんかそんな気分になれます。開始まだ2分ぐらいしか乗ってないですけど、こんなに大排気量だとさぞ運転がちょっと市街地はしづらいんじゃないかと勝手に思っていたんですが、全然そんなことなくてですね、むしろ乗りやすい細かい住宅街とかもちゃんと気をつけてればしっかり回るし旋回もしやすいので、最初はねこのボクサーエンジンならではのこの揺れの感覚とかが慣れないとちょっとドキドキする部分はあるかもしれないんですけど、慣れちゃうとね何にも問題ないですね。びっくり、今一番自分がびっくりしてる。普通に乗りやすいじゃんって。で、私シーソーペダル大好きなんですよ。まあ乗りやすい操作が楽しい。さあ、それでは高速走行に入っていきたいと思います。このシフトアップの時のカチッって音が気持ちいいな。なんかクルーザーっていいね高速がとても優雅な気持ちで乗れるよ。今ね80キロ4速2300回転
なんというなんかこのエンジンが無理してない感。6速に入れることってあるんですかね。渋滞が始まりますはどうでしょうか。で今撮影してるのが7月の中旬で朝8時半ぐらいなんですけど、もうすでにね気温30度超えのめちゃめちゃ暑い日に撮影しています。なんかこれだけねエンジンが出てるので車体めっちゃ暑いんじゃないかって思ってたんですけど、なんかそこまでこのバイク暑いっていう暑ないんですね。こんなにゆっくり走っててもそれよりも太陽の暑さの方がじりじりきます。でもさ、こうやってねゆっくり渋滞にはまって一足でさ、もうほら見て、この1000回転をキープしながら走ってるんですけど、なんか変にガタガタすることなくスムーズに走ってくれますね。絶対渋滞きついよと思ってたんだけどこれがねちょっとクラッチを使わなきゃいけないってなったらまたねそれはそれで他のバイクと一緒で大変ですけど、なんかこういうゆっくりの徐行運転は意外とクラッチも握らず、もはやアクセルも握らず進んでてくれるスピードをブレーキで調節しながら走れるので意外と楽なのかもしれない。ちょっとしたワインディングに入っていきます。やっぱりさ、こういうクルーザータイプってあんまりワインディングはちょっと不向きなのかなと思っていたんですけど、ちゃんと曲がる、いい意味で期待を裏切られております。いやー気持ちいいな。なんだろうね、それはねスポーツタイプに比べたら意識して曲がるって感じにしないと、曲がらないといえば、曲がらないといえば曲がらないというか、今ごめんなさいステップすっちゃった。倒しすぎには注意ですね。だからスピード出して曲がるバイクじゃないということですね。ちょっとゴツゴツバインディング、スピードを出したいという気が全く起きない、ゆったりまったり曲がるのが気持ちいいって感じ。さあ結構細くてゴツゴツのワインディングなんですけど大丈夫ですかね。これはこれで分かりやすいインプレッションになるからね、できるだけ車両を傾けないように曲がった方が車両に優しいもんね。こういう曲がり方なのかな、こういうバイクって。よし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 、いいね。でも今2速で基本固定で走ってるんですけど、いくら低回転になったとしてもゴゴゴゴゴゴゴっていう感じがないからとても優しい排気量が寛大なだけでなく、このギアのパワーバンドとかも寛大なのかもしれないいいね、こういう道楽しい、好きだよ。もうひらひら曲がるとかそういう感じじゃないけど、一生懸命曲がるのが楽しい立ち上がりの感じとかももっさりすることもないから、ギアの操作が苦手な方とかでも固定でずっと走りきれるんじゃないかってぐらいパワーバンドがとても広いです。はい、というわけで今回は BMW R18 クラシックを試乗させていただきました。見た目がこんなにもいかついものだからなかなかね乗るの大変なんじゃないかなって思ってたんですけど、実際乗ってみたらすっごい優しくって、変にトリッキーな動きするわけでもなし、乗り心地は穏やかで、そして鼓動感を感じられて大人のバイクだなっていうのがすごく伝わってきます。なんといっても足つきがいいので、足つきを気にされている方、女性の方とかにはとても安心して乗れるバイクですね。取り回しに関してはそれはね結構大変ですよ。いかに無理をしないで止めるか、いかに次の行動を考えて止めるかっていうのがキーポイントじゃないかな。そういう頑張らないっていう乗り方をすればすごく紳士的にね楽しめるバイクだと思います。なんかね、私今まで自分が最後に乗るバイクってどんなバイクだろうって思ってたんですけど、上がりのバイクってやつですね。一番有力的なのはホンダの GB350 なんですよ。それって鼓動感が良くてとことこ乗れるのがすごく楽しいっていうのがポイントだったんですけど、なんかこのね R18 もそれにすごく近しいものを感じて、排気量はねもう全然違うんですけど、でもこの余裕のある走りっていうのはまたこれじゃないと味わえないなと。そしてもうなんといっても所有感ですよ。もうね走ってるとめちゃめちゃ人に見られます。人に見られるし、おすごいねいいねみたいな感じで合図を送ってくれる人もいたりとか、そういうちょっとした優越感っていうのをね味わえちゃったりもするので、
いいよね。自分がこれをね扱えるかって言ったらまだその時は分かんないけど、乗ってたらめっちゃかっこいいよな。いつか所有したいバイクにランクインした新たな出会いに感謝っていう回です今回はめっちゃお気に入り R18 クラシック。さあというわけでですね、今回いきなり R18 クラシックに試乗できたかと言いますと、実はですね9月9日と10日に長野県の白馬村で開催される BMW モトラットデイズジャパン2023というイベントにゲストとしてね参加することになりました。このイベントはですね BMW のオーナーだけでなく、いろんな方家族でも楽しめるようなコンテンツを用意してるみたいなので、現にね私は申し訳ないんですけど BMW のオーナーではないんですけど、こういったねアンバサダーということでお呼びいただいてますので、ぜひ皆さんもこの BMW モトラットデイズジャパン2023というイベント遊びに来てください。楽しみWow, when you're away, do I miss you? Is it just because I can't kiss you? Is it dishes in the sink or the lack of a wink? Or just because I love my life